こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel 第7回データの平滑化についてお送りします。データの平滑化には移動平均法がよく使用されます。移動平均は時系列データを平滑化する手法で音声、金融分野、気象を含む計測分野など広い技術分野で使用されています。左の図は参考移動平均の例を示しています。参考移動平均は3つのデータの平均を取り、次に1つデータをずらし、また3つのデータの平均を取るというように、1つずつデータをずらしながら平均を取っていく手法です。Python の Pandas モジュールでは、ローリングメソッドと言われるものがあります。これを使用すると移動平均を簡単に取得することができます。それでは使用方法について説明をしていきます。最初にデータを左の図のようにして変数 S に XL 関数を使用して取り込むと、取り込んだデータはデータフレームとして保存されます。そして右の図のように S ローリング 3.mean と書けば、データフレーム S より参考移動平均を求めることができます。この例のように、ローリングの括弧内に項数のみを指定した場合は、参考移動平均では、3番目のデータの位置に移動平均を求めるので、最初の2つはデータなしとなります。ローリングメソッドの他の指定方法についても説明します。左の図のように括弧内に、window イコール3、センターイコール true と指定した場合、項数が3で出力位置が項数の中央部に表示されることになります。したがって、参考移動平均の場合は、出力データは、最初の行と最後の行がデータなしとなります。この場合、ローリングメソッドの後に、ドットミーンと書いていますので平均値を求めますが、この部分に中央値ミーディアン、最小値ミン、最大値マックス、標準偏差 STD などを使用することも可能です。こちらにローリングメソッドの使用例を示します。この表では、10月の平均温度の表を取り込み、元のデータと移動平均をグラフで表示するものです。移動平均の項数は H1 のセルで指定するようになっています。最初に変数で EF に XL 関数を使用し、表全体をデータフレームとして取り込みます。次に移動平均を算出します。最初に X 系列に、データフレームで EF より年月日列を取り込みます。次に Y 系列にデータフレームで EF より平均温度列を取り込みます。そして変数 ym に Y 系列より移動平均を求めるため、y.rolling_window=xl 項数、センター=true.mean と指定しています。グラフの表示は、1行目で元の波形をプロットメソッドを使用し、X 系列、Y 系列を指定して青色で描画します。2行目では、X 系列と Y 系列の移動平均 ym を赤色で描画します。そして X 軸メモリを45度回転させて描画します。次に4行目でグリッドを表示し、5行目でグラフを表示しプログラムを終了します。このプログラムでは H1 セルの項数を変更するたびに移動平均が計算され、グラフが再表示されます。前回までの筋電図分析プログラムに移動平均機能を追加しましたので紹介します。こちらにあるのが移動平均を行うかどうかのチェックボックスです。これをチェックして、やるとこちらに、設定した項数分だけ移動平均を表示するような形になっています。で、例えばこちらの方ですね、整流波形の1番を表示して、チャンネル1ですね、表示して、こちらの方でですね、項数を例えば53個としてやって、そしてこちらの移動平均をチェックします。すると計算されて、こういう53個移動平均がこちらの方にシアンで、表示されています。で、こちらの分析値の方ですけども、分析値はこの移動平均の分析値がこちらの方に出るようになっています。こちらを外すと、
移動平均が消えて、この波形の分析値がこちらに出るというような形で、プログラムを変更しました。変更した部分は、グラフ表示と分析値表示の部分です。グラフ表示のプログラムでは、前半は変更はありません。グラフ表示の後半部分に移動平均を求めるプログラムを追加しています。22行の if 文でコンボボックスを参照するようにしています。コンボボックスのリンクセルは移動平均と名付けました。コンボボックスがオン、オフされると、フルー、あるいはフォルスとこのセルが変化します。そこでチェックが入った場合は、移動平均セルがトゥルーとなりますので、23行目で移動平均を計算するようにしています。そして24行目で移動平均波形の描画を行うようにプログラムを書いています。また分析値の表示においても、移動平均が選択されている場合と、そうでない場合によって結果を分析するデータフレームを選択できるようにしています。すなわち、移動平均が選択された場合には、分析値の抽出対象をデータフレームムービングアンダーライン A とし、移動平均が選択されていない場合は、分析対象のデータフレームを DF にとするようにしています。以上でプログラムの説明を終わります。